速購入したバニシングゲーザーを開封しましょう。バックブレーダーはミニ四駆としては売られていないのでこのマシンからシャシやタイヤをいただきます。お次はポリカーボネート製のバックブレーダーのボディです。真空成形のまま売られているのでここから切り出す必要があります。チョキチョキ。切るのに集中しすぎてまともな動画がなかったです。撮影しながらの制作はなかなか慣れませんね。なんやかんやあってボディが切り出せました。ガタガタなのはご愛嬌です。ホイールカバーの切り欠きを残していますが後で切りました。シャシを加工します。バックブレーダーにはローラーがついていないので取り除きます。1つ目。2つ目、フロントを赤外線の台座にするためボディで隠れるように切りました。が恐ろしくダサくなったので本家同様全部除去しました。断面を整えます。こんな感じに仕上がりました。ちなみに後でこの部分も切りました。ローラー以外にも電池ボックスや、モーター周りの出っ張りを除去します。モーターをこのように置くので、リアタイヤの軸受け周りを切ります。もう片方も。まだデコボコしているので、鳴らして、整えます。プラ板でモーター置き板を作ります。水平と高さを出すためです。印をつけて、ちょうどいい長さにカットして、もう1枚切り出して2枚をくっつけます。先ほどの板をシャシに固定します。OK。次はホイールにモーターの軸先が入るように加工します。ホイールを逆向きにすることでボディ内に収めます。モーターの軸先が入るように穴を拡張して、出っ張りも切ります。これで機構部の加工は終了です。回路に進みます。今回は KI キャドで設計しました。DC-DC コンバータで 5V を作ります。いつもの100均 USB 充電器の回路ですがスイッチングレギュレーターを使った小圧直波回路でしょうか。メインに進みましょう。ごちゃごちゃしてて見づらいですね。主のはナノを使いました。先ほどの 5V を電源としています。左側のデジタルピンはモータードライバーに接続されています。モータードライバーはモーターに晴天、逆転、停止、速度調整をさせます。右側の PWMA から PWB で RD からの信号を受け取り、左側のピン AO から BO1 でモーターに電流を流します。次に赤外線センサ部です。センサに RPR220 と書いてありますが今回は TCRT5000 を使いました。中古で195円と安価な割に小型で感度もそれなりに良いです。センサの左側が赤外線 LED のピンで右側がフォトトランジスタのピンです。アナログで RD のに信号を送っています。最後は着火部です。パワーブースターの始動に電子ライターの加熱板を用います。アーズイノのピンからの出力では電流不足なのでトランジスタで電流を増幅してあげます。スイッチの切り替えはマイクによって行います。マイクはモジュールを使うので J2 の3つの接続のみです。これを実装図に起こすと、こんな感じになります。せっかく実装図まで書きましたがユニバーサル基板で実装します。そのうちレーザー彫刻機か CNC を導入したいです。電源部はコンパクトにまとまりました。モータードライバー左の赤い線は全て被覆線でジャンパしています。基板サイズを抑えるためです。右側にはモーター用のピンソケットを立てます。センサ部に関しては、基板外に被覆線を伸ばすので下にまとめてあります。ブランドのまとまり感が好きです。着火部は、加熱板とマイクともに部品を基板外に置くのでピンソケットだけ立ててあります。あとは後付けの LED 用にピンソケットを立てておきました。実装図はこんな感じになったので基板を作りましょう。まずは基板を切り出します。不要な部分も取り除いて基板カット完了です。DC-DC コンバータはいつも通り100均の USB 充電器から部品を取ります。取り出しました。ハンダ付けタイムに移りましょう。
メイン基板が完成しました。モータに移ります。3D ペンでモータを固定します。隙間も埋めます。OK です。赤外線センサの配線をします。赤外線センサの配線が終わりました。スイッチも配線しましょう。バッテリーは前回のものを流用します。ジャストフィットです。これで走行テストができる状態になりました。走行プログラムについて説明します。プログラム上部のイントが並んでいる表はピン番号の名前付けや速度、センサの感度の設定をしています。まずマシン前方に何もないと直進をします。左側に物体がある場合は右のタイヤを止めます。これで右旋回ができます。逆に右前に物体がある場合は左のタイヤを止めて左旋回をします。マシンの左右の前どちらにも物体がある場合は180度右旋回をして反転します。走行テストをします。前輪のグリップが高いためうまく曲がることができません。フロントタイヤを外しました。うまくいくか確かめてみましょう。いい感じに曲がれていますね。このぎこちない動きは左右のタイヤのスピードを調整してスムーズにします。タイヤなしはダサいので表面がツルツルの両面テープを貼ってグリップを弱めます。テープが外れないか確認しておきます。いい感じです。走行ができるようになったのでパワーブースター用の部品を取り付けます。使うのは100均の USB ライターの加熱板です。なのでそれ以外は取り除きます。ピンヘッダとつなげます。加熱板はこれでいいのでマイクに進みます。ちょうどいいところにスペースがあるのでここに収まるようにします。ピンヘッダが干渉するので、取り除いて、延長します。できたので取り付けましょう。うまくつくでしょうか。バッチリ収まりました。赤外線センサを固定します。ホットボンドでシャシに固定しました。大方の作業が終わったので全体の動作確認をします。左に物体があると右タイヤが停止、右に物体があると左タイヤが停止、両方にあると180度旋回、一定以上の音が鳴ると加熱。8秒程度加熱し続けて導火線に着火させます。動作確認完了です。最後にボディに移ります。はぁ、ボディができたのでシャシに乗せます。完成しました。ここからマイコンが見えるのが気に入っています。それでは走行動画に移りましょう。